Pas de soleil, 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 pas de soleil.はいはい、こちらです。お疲れ様です。今電車の中にいるんですけれども、本日は2月の、無料チケットを使ってヒェントっていう街に行ってきたいと思います。イエーイ。で、本日はデレン、はい、本日は友達のゆうさんと一緒にお送りしていきたいと思います。今日ヒェントに行くのはですね、ゆうさんが美容院を予約しまして、デュッセルドルフに行った時以来の髪散髪に美容院に行くので、それに私は便乗してちょっとヘントの街をお届けしようかなと思います。今日はしっかり下準備してガイドできるので今日はちゃんと調べてきたので、ヘントまでの道のりが3時間ぐらいかかるんで、違う、私が3時間か。これから私の髪の毛をちょっと作っていこうかなと思います。サプライズで。はい。でバシちゃんはゆうさんだけ切るっていうねことを知ってるので、ゆうさんだけ切ると思ってるので、ちょっと電車の中で時間あるので髪をね今日はブレイズにしてびっくりさせようかなと思います。サプライズフォーバシちゃんです。ということでやっていきます。はい、今ちょっと髪の毛やってるんですけれども、今日はお昼ご飯にズルズルラーメンっていうめちゃめちゃ本格的な日本ラーメンレストランに行くんですけど、ベルギー人が経営してて私の友達なんですけど、そこに行って、チョコレートラーメンっていうのがね今期間限定で出てるみたいなので、これをちょっと私はトライしようと思います。でゆうさんはスパイシーラーメンね、スパイシー味噌。そう、スパイシー味噌ラーメンをゆうさんは頼むらしいです。はい、今ちょっとゆうさんにね全部髪の毛を分けてもらいましたので、これからちょっと三つ編みに突入していきたいと思います癖毛の人あるあるなんですけど、こうやったらもう止まります。ゴムいらずにこれでこんな感じでやっていきます。こんな感じでやっていきます。はい、皆さん今ケントに着いたんですけれども、髪の毛は半分しかまだできてないんですけど、いい感じになってます。でこちらが、はい、ゆうさんいますこちらがヘントの駅になります。めちゃめちゃ綺麗な天井ですごいこだわって作られた駅になります。はい、この絵がねめちゃめちゃ素敵です。天井とかのこういう感じですね。はい、街のモチーフがね至る所のモチーフが取り入れられてて、すごい統一感のある壁になっております。ゆうさんとケントデートですはい、とりあえずちょっとズルズルラーメンまで歩いていきたいと思います。力髪の毛がすげえ中途半端な、結構離れてるのでトラムに乗ってセンターまで行くか、徒歩だとねだいたい25分ぐらい、そう25分から30分ぐらいかかるので、一番のトラムに乗って行きましょう、センターまで行く人は。ということはちょっとズルズルラーメンはヘントの駅に近いので、ズルズルラーメンまでは徒歩で行きたいと思います。はい、ズルズルラーメン買ってきました。こんな感じ。はい、これが多分スープね。そうだね。これがスープで、はい、これがチョコレートラーメンになります。おお、すげえ見える
るかな。全然見えない。何？はい、こんな感じのチョコレートが練り込まれた麺です。すごい。すごい。でこれにちなみに、ずるずるラーメンさんのチャーシューはすごいこだわりがある一枚一枚炙ってくれるラーメンでございます。チャーシューでございます。スープ豆乳。うわあ美味しそう。うまそうだ。すごいね。すごいね。すごい。めっちゃお腹空いた。とっとと食べたいけど一応カメラでも写真撮る。そうだそうだ。とっとと食べたいけど。ということで皆さんいただきます。チョコレートラーメンです。よし、早く食べないと冷めちゃう。そうだ。うわ、よいしょ。こんな感じの。チョコの味はないね。チョコの味はない。いやでもね、普通にラーメンとして美味しい。ラーメンとして美味しいです。ちょっと若干でもココアが風味する？うん。後味にココアっぽい、すごいでも優しい。そんな全然ちょこちょこしてません。すごい美味しい。皆さんズルズルラーメンめっちゃおすすめなので、ぜひ来てみてください。で私はちょっともう麺伸びるのでカメラを止めて食べたいと思います。はい、今食べ終わりました。めっちゃ美味しかった。ちなみに髪の毛も完成しました。どんな感じでしょうか。はい、ゆうさんとのチームワークでいい感じに完成しました。これで念願のストレートヘアです。いい感じです。ちなみにゆうさんのスパイシーカレーはスパイシーラーメンはレベル2でまあ美味しかった。いいぐらいのね、食べれる。いいぐらいの辛さでした。皆さんぜひともズルズルラーメンをおすすめごです。支援くださいませ。食べかすでごめんなさい。めちゃめちゃ美味しいので。はい、ということでですね、今からちょっとトラムに乗ってセンターに出て、センターをちょっと観光ガイドしていこうかなと思います。出たー。はい、今トラム降りたんですけれども、トラム降りてすぐに、フランデル白衣城があります。でーん、どっから撮るのがいいのかな。こっち綺麗ね。はい、こんな感じでね、お城があります。はい、これは城塞ですね。城塞ですね。ちょっとメモってきたんだけど、メモを読みながらじゃないとダメだからちょっとでこのクラーベンステンフランデル白衣城から降りて、ここで下車してセンターに向かうっていう道のりが一番、要領よく回れるかなっていうコースになります。こんな感じですね。うおー、超お城っていう感じの1180年に建設された城塞で、14世紀半ばから裁判所や刑務所になりました。そうで、戦争での被害が少なく綺麗な状態で保たれてる、数少ないお城で、1907年からミュージアムとなりました。結構最近の1907年1907年だから100年ぐらい前から博物館になってるっていうことで、屋上の見張り台からケント市内を一望できますと。そうで、中にはギロチン台とか拷問具がいっぱい揃ってるお城っていうのでもかなり有名な、私の本当に大好きなお城です。拷問具とかがものすごい絵とかとついてて、すごい綺麗に保存されてるから、超おすすめのお城でございます。終わり。ありがとうございました。フランデル白衣城の向かいにあるお店でマスタードを直に詰めてくれる、そうお店があって、今ちょっと開いてないと思うんですけど、ケントはマスタードでもすごい有名な、町になります。でマスタードを直に詰めてくれるお店っていうのもいくつかあって、来た際にはお土産にぜひ買ってってください。でここをすぐお城を出てね、すぐね左に曲がると第3の、ションベン小僧って言われてる像が、でも第2はほらジャナケティスだから。ジャナケティスって、あ、そうか、じゃあ第3だ。第3だよね。第3のねションベン小僧があるところがこちらです。このさ、この家がねもうめちゃめちゃ可愛いね。あ、3体いるのね。
違う、真ん中だけ。あ、真ん中だけ2つあとの2つはでもレナちゃんと、ネスターくん、ルナこのねちょっと GoPro なのでちょっとあれなんですけど、ここにしょんべん小僧の第3のしょんべん小僧がいます。ネスターくんですね。でその隣に立ってるのがルナちゃんとレナちゃん。あ、ルナ。これがとりあえず観光地の見どころの一つになっております。で、ちょっとここ川見たいんだけど、レイエ川です多分。この川がレイエ川で、ちょっとこっちのあっちからちょっと行こうか。ゆうさん前歩いてどうぞ。多分ね、多分これかその次がレイエ川です。めっちゃ綺麗だね、やっぱね。そうこの川辺のさギルドハウスがまた見どころの一つになっておりまして、この川の次の川のギルドハウスというか風景がめちゃめちゃ綺麗で、ちなみにここが旧肉市場。あ、いいね、そう旧肉市場になります。めちゃめちゃ綺麗です。皆様ちょっと GoPro なので揺れは収まるんだけど、音声がねあんまり良くないので、どのぐらいちょっと雑音が入ってるか心配なんですけど、うわ綺麗。わあ中世を感じます。そうでここから入れるのかな。ここがちなみにここにも書かれてるの、この標識でフレースハウス。あ、本当だ。はい、フレースハウスっていうのはお肉の、お肉屋さんですね。入れるかな。普段だったらここでカフェとかがあって、すごいいろいろお肉市とかチーズとかもね出てるんですけど、これお肉が垂れ下がってます。でもともとはこういうお店とかねなかったんだけど、本当に屋根だけの市場として使われててね、すごいね。これカビだよね。本物かな。本物じゃない？飾りじゃない？じゃないよ、これ本物だよ。へえ。すごい売られてるのかな。カビなんですかね、売られてるのかな。めっちゃカビってますけど。めっちゃカビてる。売られてんのかな。このね肉市場を通り抜けまして、ケントはマスタードとキュベルドンがすごく有名な町で、紫色のキュベルドンっていうグミみたいな、中にこうとろけたグミみたいな入ってるのがもうあるんですけれども、私がすごいもうスーパー大嫌いなやつなんですけれども、それもベルギーの3-4名物デザートかな。ワッフルチョコレート、あ違う第3か、ワッフルチョコレート、あ違うスピキュロース、キュベルドンっていう感じであって、ちなみにラズベリー味だそうです。あれはあ、そう。歯磨き粉にしか感じないけどラズベリー味でございます。でケントのこのちっちゃいマーケットの一角におじさんがいつもね、ちょっと見えるかわからないんですけど、おじさんが絶対立ってるんですよ。でおじさんがもう何台もキュベルドンを売ってるおじさんです。そうで、あそこで今からキュベルドンを買いたいと思います。そうしよう。買って。こちらでザッキャってあ、ベーフルザッキャ。へえ。そうなんだ。ハロー。バンインザキーヒラ。はい、こんな感じで。トーンチメンチャ。ダンキー。はい、こんな感じで混ざったやつを買いました。で今から着くところがコーレンマルクトっていう、広場になりまして、ここがとりあえずコーレンマルクトっていう旧市街地に旧広場になります。でこの広場に接してる家々がかなり古い家々が並んでいて、壁に絶対年号が書かれてるはい、あ、そうだね。1700とか1702年ってすごいね。300歳320年前。すごいね。320歳。はい、来ました。とりあえずあっちのねコーレンマルクトに来たら、右手に橋があって、その橋からの景色が一番綺麗って言われてるので、とりあえずこの橋、ちなみにお名前は聖ミカエル橋です。1900年初頭にできた橋でございます。なんか
100年前だけど、そう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 さっきのを見るとそうそうそう偉いさ若く感じる。そうなんだよ。そうなんだよ。家よりも新しいから。そういうことだね。集まります。集まりました。行きましょう。はい、このね、石の上からね様子を見ましょう。いや、めっちゃ天気いいね。本当に。ゆうさんが撮ってくれますよ、今日は。ありがたいです。カメラマンでございます。もう本当にありがたい。一人しかいなかったら、やっぱ図的に街の図、まあそれが一番なんだけど、ちょっと動きがあった方が絶対面白いから、こんな感じで。一人で喋ってないといけない。あと一人で喋るの結構ね、精神力削られるからなんか結構こういう大都市だったらまだしも、ちっちゃな都市で独り言してたら結構ね、精神削られるので、かなり助かっております。ずぶとく生きていかない。そうそうそう。で今歩いてるのが、聖ミカエル橋ですね。で、うわ、もうソーシャルディスタンスどこへはい、こんな感じでね、川が流れてまして、そうそうそう、世界共通で鍵がかかっております。はい。でこんな感じでレイエ川がありまして、レイエ川の右側をグラスレイ、左側をコーレンレイっていう風に呼ばれてまして、でここにギルドハウスがブワーって並んでる状態ですね。めっちゃ人いますね。めちゃめちゃ人いる。ちょっとあ、そうそうそう。でこっちからね、ちなみにフラーブンステイの上の旗が綺麗に撮れるよっていう、はい、向こうにねお城があるんですけど、フラーブンステインでここで夏とかは真夜中にもうごった返すね。この橋から、3つの建物が見えるんですけど、はい、こちらが教会になりまして、そう最初のやつが聖ニコラス教会で、その次が鐘楼で、その後ろにあるこれですねが聖バーフ大聖堂です。で2番目のね鐘楼の上にこれね、金のドラゴンのモニュメントがあるんですけど、夏のフェスティバルの時にその金のドラゴンの口から炎が吹かれるっていう有名なドラゴン、3代目のドラゴンになります。こんな感じで、いやもうめっちゃ綺麗よ。本当だね。うん、久しぶりにこの綺麗なベルギーの街並みを拝めております。ただめちゃめちゃ人はいるけどね。みんな考えることが一緒。そう、みんな考えることは一緒。こっちがショッピング街になるってこと。そうそうそう。向こうがね、右手がショッピング通りになってまして、でショッピング通りをずっと進んだら、まあ、駅近くまでとりあえずは帰れます。はい、今鐘楼のね前に来てるんですけど、鐘楼の前にシティパビリオンっていう複合建築物がありまして、ゴシック様式とルネサンス様式を、両方とも継いでる建物らしくて、ものすごく有名な、イベントの催し場として作られたんだって。そうそうそう。だから中の構造がねすごくユニークで見どころある一応観光スポットになっております。綺麗だね。めちゃめちゃ天気いい。本当に。ということでパビリオンの下にちょっと行ってきます。はい、ということでシティパビリオンの中ちょっと吹き抜けになってて、吹き抜きじゃないな、屋根だけになってて、こんな感じのねすごい素敵なデザインになってます。こんな感じの素敵な構造、そう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 、エコーもねすごい綺麗にエコーしてくれるみたいで、ものすごく大きな建物です。でここで、ウィンターマーケットだったりフェスティバルとかの時に舞台が来たりしますね。すごい綺麗です。もう市役所がどこにあるかって話よね。ちょっと迷子だな、市役所が。ここら辺だと思う。でもあ、そう。うん、ここら辺だった気しかない。あっちらへん、とにかくねケントはもう家々がもう本当に綺麗です。私の一番大好きな街です、ベルギーで。はい、ここがケントの市役所になります。ちょっと中には入れないんですけれども、金の装飾がされてて、黒と金の装飾があって旗が立ってますね。はい、こんな感じの市役所になります。すごく綺麗なところです。
だってやっぱりね、町もね3つの塔を推してるみたいで、教会、鐘楼、それから聖バーフ大聖堂のこの一列に並ぶ感じが市のねモチーフにもなってます。ロゴみたいなのにもなってます。綺麗です。はい、今聖バーフ大聖堂の前に来たのですが、ここにあった神秘の子羊の絵が大昔にね、大昔なのか、ちょっまと忘れちゃった。あそうね、忘れたんですけれども、盗まれてしまって今はレプリカなんですけれども、一部がね。その素晴らしい見どころある場所になっております。ちょっと入りそうなので中をちらっと見れたらいいなと。5時まで空いてるね。ちょっと見に行きたいと思います。おー、あ、でもチケット買わなきゃいけないっぽくない？でもすごい、もうここだけでも大満足。ねこんな感じで皆さんすごいです。教会に入るといつもこう息を飲むじゃないけど、すごい神聖な気持ちになるね。今ちょっとマックス15人までみたいで入れるの。ほぼ貸し切り状態の。この規模がさ貸し切り状態になるってすごいことだと思う。本当にこういう感じで。あ、そうなんだ。前は行けたらね。すごい綺麗ですね。でも貴重な機会に来れた感じはあるね。普段だったらここをこうやってぐるっとね。で上にね、ここすごいのパイプオルガン、あそこでさ、弾いてるの見たこと。あ、そうなんだ。パイプオルガンがねすごくいっぱい並んでるんですけど、オルガンの生演奏が聴けたら教会でめちゃめちゃラッキーだよね。はい、この教会から出た時の眺めがまた最高に綺麗です。ここが鐘楼で、これが教会になりますね。はい、ということで今からちょっと川沿いに向かって歩いていきたいと思います。すごいです。